こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は羽生第三培養場、つまり非公開の私たちの作業現場ですね。そこからお伝えしたいと思います。3月初め、次の時代の名木を作るための特殊な作業があります。枝継ぎというものです。特に黒松類を今日ご紹介しますが、ご覧ください。大木といえる太い木、私の胴ほどもあります。それに新しい枝を作るための芽を継ぎ込みます。特殊な作業ですが、過去このようにして生まれた木が四国を中心にどれほど盆栽界に名木をもたらしたでしょうか。今日はそのまさにプロの技をご覧に入れます。お楽しみください。さて、大木への枝継ぎ、胴継ぎという特殊な技。ここは一つ神の手を持つと言われた木村正彦先生の一門の皇帝森山先生にお手伝いいただけております。森山先生、どうぞ。はい、お願いします。今日はすいません、お忙しいところ。ありがとうございます。どうでしょう、この太い大きな木。なんとか庭木であったものでしょうが、はい、ぜひ大木の盆栽にしたいと思うんですが、このような木を枝継ぎ胴継ぎする時のポイントというのはございますか？まず一つが樹勢を先に上げなきゃいけないことですね。元気じゃないと。はい。はい、このくらい元気だったらもう一番ぴったし。そうですか。時期はどうなんでしょうか？2月、遅くても3月いっぱいにはやんないとダメです。じゃあ今この2月生3月はとてもベストシーズン。一番ベストのシーズンです。樹種によってこれが違います。間違えないように。これだけの荒ぶれた木に枝継ぎ胴継ぎをするというのはちょっと至難の技かと思うんですが今日まずメインでやっていただく木がこの黒松です。幹幅で50センチあります。まず大事なのはこういう木を将来どんな姿にするかで、まず正面が一番難しいと思うんですが、はい、森山先生と2人で選んだのがこの正面です。先生、この正面の良さっていうのは何でしょうか？黒松らしい幹の流れとこの豪快な模様ですよね。これだけ太くてよくこんなに曲がったなと思うんですけどね。もともとが庭木として育った木です。こういう枝が外されていますが、惜しいなという部分はありますが、これはね、それを言ってもキリがないから、そうですね、ここからどう作るかをはいやりたいと思うんですけど、一番こういうのの次の要点っていうと、僕らなんか若い頃修行で五葉松やったんですが、はい、一応危険だったら二目刺せと。はい、黒松も同じ、やっぱり一箇所というよりは念のために二箇所刺して。どうでしょう、この木は将来名木になるでしょうか？いや、名木になると思います。そうですか。何年ぐらい先でしょう10年はかかりますよね。10年ということは、私もまだきっとなんとか生きてると思いますんで、楽しみになっていきます。先生、この緑のテープのところが一応次の候補の場所だということですか？そうですね。どんな感じなんでしょうか？一応メインはここで考えて、はい、で予備で後ろに1箇所と、で下にも1箇所。つまり場面によって変えるってことですね。そうですね。枝元に継いでいるっていうのはなるべく締め込みたいということですか？やっぱ盆栽なんで庭木と違ってやっぱ元の方に枝を作りたいですよね。じゃあそこから細い苗木のようなものから枝を仕立てていくということですか？はい。これ頭が2つの状態ですけど、これはまだ将来見ていくわけですか？そうですね。なんでこっちの下の方にも2箇所足して。なるほど。豪快な木ですけど、こんな太い木に芽を一つ継いで木が仕上がるもんなんでしょうか？黒松とかやっぱ枝はそんなに多くなくても作れますね。枝数はそこまで必要はないですね。なるほど。この返しのこのところっていうのが前枝が取られてますけど、はい、ここはどのようにやるんでしょうか？ここは昔の人が2箇所継いでくれてるんで、これを生かしながら、ここはもうこの枝数があれば。それでは先生、実技の方一つよろしくお願いします。お願いします。
枝継ぎや胴継ぎをする時の大切なものに、それを継ぐ継ぎ穂というものがあります。よく五葉松などの八つ房は八つ房の芽を持ってきますが、このような大木の黒松は間違ってはいけないのは、他から芽を持ってきたんではいけないということです。血というのは恐ろしいもので、この黒松はこの葉っぱだけなんです。違うものを継ぐと葉っぱが違ってしまいます。ですからこの木の使わないところの枝を芽を取ってそれを継ぐ、当たり前のようでとても大切な、これを間違うとやった意味がなくなってしまいます。継ぎ穂の大切な作り方です。大きな木ですからだいたいこの7ミリから8ミリの新芽を使っても大丈夫です。徒長したここの部分を使って作ります。まず下の方の葉を取ってしまう。長すぎても短すぎても水が上がりづらい場合があります。ここの多すぎるところも少し抜きます。芽が先に動くようにしてあげるわけです。この程度が一番正しいかもしれません。そしてあまり長い時にはもっと短くしますが、ここで大事なのは両側が同じようにくさびではいけません。例えばこう継ぐ時、こちら側に幹がある時はその下の面が木の形成層と合う場合があります。ですからこちらですとこの上の面が少なく下の面がこのように長くなります。ご覧ください。この緑色の面、ここの部分の輪郭しか水はあげません。中は木質ですから、この部分が切ってあげたところに同じ形成層にピタッと入らないと、この面から水は癒着して吸収していきます。これが穂の作り方になります。これは試験的にやっていますが、すでにじわっとヤニが吹き始まっています。なるべく切る前に元木のところを切り込んで、切ったらなるべく瞬間で刺していく。それが一番活着率を上げる方法になります。まず数十年かけて作られた外側の荒ぶれた幹肌を取り、内側にある水をあげている本来の皮筋までを丁寧に出していきます。この皮の中に木が生きる形成層が薄い膜を張って生きているのです。この部分にくさびを打ち込み、そのくさびによって苗木を差し込む、その作業をするわけです。くさびは必ず上から打ちます。逆打ちをかけると枝が逆に出てしまいます。木の上から下へ向けてちょうど形成層の場所を探り当てるようにのみを進めます。そののみを入れたまま穂を作るのです。継ぎ穂をこの親の木の枝から取ります。元気の良い穂を取り、先ほどのように葉を少し減らし、適度な長さに切り詰め、そして切れ味の良い片刃の刀で両面を落とします。わずかな形成層の線がなるべく活着できるように薄めに幅広く切り落とします。そしてこれを先ほどのみで開いたところに形成層と形成層、数百年の木とわずか数年の木の線を合わせ、速やかに差し込んだ後はそこに水や空気が入らないようにカルスメイトや融合剤などの粘土質でしっかりと密閉させます。大切なのはここから、この
刺したわずかな穂が揺れ動かないようにしっかりとテープなどで巻き込んで保護することです。この保護がこの小さな芽を将来大きな枝へと育むまさに大切な元となるのです。真柏や五葉松に比べて黒松の穂継ぎの形成層の幅はやや短めと言われます。だからこそしっかりと抑え込んで活着することを祈る時間が必要なのです。継ぎ穂のしっかりとした固定をした後で、今度はその継ぎ口のところの新たなる保護が加えられます。水を湿らせた水苔を継ぎ穂にまるでマフラーを巻くようにしておくことで、わずかな水分の安定した保湿となります。この小さな水苔の部分が活着率を大変高める役目をします。このように水苔をつけて、そしてその後でこの葉全体の水分の抑制を防ぐためにビニール袋でその全体を覆うようにします。この時にそのビニール袋の中には小さな綿に水を湿らせたものを一つ入れておきます。このわずかな綿の水分が密閉されたビニール袋の中で静かに水分を保ってくるのです。しっかりと密閉し、それを固定し、そして中の水分がゆっくりとゆっくりと形成層から水をあげるまでの時間を命を守ってくれる役目をするのです。大変な労力をかけるように見えますが、数百年生きた木に新たな枝を与えるという作業の中ではほんのわずかな手間と言えるものです。大木ではありますが、今まではまだ盆栽とは言えない姿。果たしてこの胴継ぎと言われる黒松の芽継ぎが終わったこの木は、ここから5年10年でどんな姿になるでしょう。銘木の素材は枯渇しています。私たちはこのように可能性のあるものをプロとしての腕で残していくのが責任だと思っています。さて、こうなるかどうかは分かりませんが、このような木になって次の時代を彩ってくれることを祈るばかりです。ここからの管理はまた次の時間よりも大変苦労の多い時間が待っています。すべての枝継ぎ、胴継ぎを終えたこの大木たちは一つの場所に保管されます。大きな培養場は春一番のような風を受ける時があります。ビニールで保護された枝継ぎの小さき命は温度の変化、湿度の変化、そして風による傷みを防ぐことが大切です。大きく遮蔽した風よけのコーナーの中にそのすべてを運び込み、天部は開け、腰元の風は通るようにして直接の横風を防ぐ状態の中に囲い込みます。ここから夏が来るまで毎日この木たち袋の中の芽の動きを確認しながら
水が溜まりすぎてないか、雨水は避けているか、逆に中が熱くなっていないか、時には月が変わるごとに小さな穴を開けて中の調整をしていく。その間に少しずつその継がれた芽が動き出すことを楽しみに、この作業は続きます。森山先生、今日は大きな木を4本お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがですか、この将来の盆栽になる木を作る、ここからが大変ですかね。そうですね、これからの管理と、こっから4ヶ月5ヶ月が夏が来るまで。そうですね。それまではビニールも取らないで、そのままで、ただ水が溜まったら抜いたりとか。さてここから森山先生が言うように5月6月と無事に芽が伸びて、それで7月でしょうか、囲いを外していくのは全部。そうですね、7月末とか8月近くなったら。そうですね。こういう形で数多くの木が世の中に残りました。手前にあるこの小さく見える本当は大きい木、これも盆栽でいうと国風盆栽展の国風賞クラスの大型の木です。後ろに至ってはまるで大庭園のシンボルになるような木です。そんな木を私たちは10年20年かけて世に送り出せればと思います。もちろんわびチャンネルでこのようなものをお伝えしてつなげていきたいんですが、私が10年間やっている盆栽追跡だよりというブログがあります。この中で 1,2 ヶ月ごとにこの姿を皆さんにもお伝えしたいと思いますので、それもどうぞご覧になってみてください。今日は本当に先生ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろなアーカイブス含めて、このようなプロの裏技、将来への技術の継承、わびチャンネルは多くのチャンネルの中で皆さんに独特なものをお伝えしています。ぜひ登録をしてご覧になってください。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。